ソニックといえば、その青い体が大きな特徴。ソニックはセガのマスコットキャラクターとして生み出されたから、セガのロゴと同じ青色をしてるぜ。ですがその姿は明らかに人間ではなく、何かしらの動物だと思われます。皆さん、ソニックが一体何の動物なのか、ご存知でしょうか？また、ソニックシリーズに登場する数々のキャラクターたちも、皆それぞれモチーフとなった動物が存在します。ということで今回は、ソニックシリーズのキャラクターたちの元となった動物を、一挙にご紹介したいと思います。レギュラーキャラからマイナーキャラまで、いろんなキャラクターが出てくるぜ。ぜひ最後までお見逃しなく。それでは早速行ってみよう。まずは、シリーズおなじみのキャラたちからご紹介しましょう。まず最初はソニックです。言わずと知れた、ソニックシリーズの主人公ですね。音速のスピードで世界を救う、最高にかっこいいヒーローだぜ。そんなソニックの元となった動物は、ハリネズミです。これは有名だから、知ってる人も多いかもしれないぜ。逆に見た目から想像するのはちょっと難しいですが、頭のトゲがハリネズミの証です。ソニックがハリネズミになった理由は、初代ソニック・ザ・ヘッジホッグを早いゲームにする必要があったからです。ソニックが生まれた当時、セガは任天堂のマリオシリーズをライバル視しており、なんとかマリオを超えるゲームを作ろうとしていました。そこでセガが取った戦略は2つ。当時セガが持っていた高性能ゲーム機、メガドライブの性能をアピールすることと、任天堂のマリオのようにセガの看板となるキャラクターを作り、そのキャラを主人公にすることです。まずメガドライブの性能を十分アピールするために、超高速アクションゲームを作ることが決まります。続いてキャラクターですが、もともと候補に上がっていたのはハリネズミではなく、ウサギのキャラクターでした。長い耳を使って敵や物を掴むアクションが想定されていたのですが、それだと物を掴むたびに足を止めることになるので、高速アクションと相性が悪い。そこで制作チームは、高速アクションに対応するために、キャラクターが丸まって敵に体当たりするというアクションを考えます。この仕様なら、スピードを緩めることなく敵を倒せるもんな。そして、丸まれる動物で、かつ体当たりで敵を攻撃できそうな動物は何かと考えた結果、背中に針を持つハリネズミのキャラクターが生み出されました。このキャラクターが、ソニックの元となった、ミスターニードルマウスというキャラクターです。ちなみに、他にもこの条件を満たす動物として、アルマジロのキャラクターも考案されています。アルマジロも丸まれるし、背中が硬いから体当たりで攻撃できると考えられたぜ。そして他にも何体かのキャラクターが考案された後、制作チームはそれらのキャラクターが書かれたプラカードを持って、アメリカの公演でどのキャラが好きかというアンケートを取ります。その結果最も票が集まったのが、ソニックの元となった、ミスターニードルマウスだったのです。こうして、今日まで続くソニックシリーズの主人公は、ハリネズミのキャラクターになりました。ハリネズミ自体はどちらかというとマイナーな動物だけど、この経緯を聞くとソニックがハリネズミになったのも納得だぜ。ちなみにソニックのフルネームはソニック・ザ・ヘッジホッグで、このヘッジホッグは英語でハリネズミという意味です。ハリネズミの英名を知ってた方なら、ソニックがハリネズミであるとすぐ気づいたかもしれないですね。続いてはテイルス。ソニックの頼れる相棒だぜ。テイルスの元となった動物は、キツネです。これはかなりわかりやすい。テイルスがキツネになった理由は、空を飛ばせる必要があったから。まず2本の尻尾をプロペラのように回して飛ぶという設定が出来上がり、2本の尻尾を持っていても違和感がない動物として、キツネが選ばれたそうです。キツネの尻尾が複数あってもおかしくないっていうのは、おそらくキュービの影響だろうな。ちなみにテイルスはソニックと違って、名前に動物名は入っていません。それどころかテイルスという名前も実はあだ名で、本名はマイルスパワーというんですね。このマイルスパワーっていうのは、時速を意味するマイルズパワーが由来だぜ。テイルスはソニックの弟分として生み出されたので、音速という意味のソニックと対比させて、この名前になりました。ですが2009年に発売されたソニッククロニクルというゲームでは、誤ってテイルス・ザ・フォックスと紹介されています。これは痛恨のミス。続いてはナックルズです。ソニックの元祖ライバルだぜ。ナックルズの元になった動物は、ハリモグラです。これまたマイナーな動物だな。ナックルズの場合は、当時のセガオブアメリカの社長とマーケティング部のトップ、そしてソニック3の開発陣が、動物図鑑を見ながら決めたそうです。何その会議楽しそう。なおナックルズの本名はナックルズ・ザ・エキブナで、最後のエキブナというのが英語でハリモグラという意味です。ソニックと同じ、名前が動物名という構成になってますね。またナックルズという名前の由来は、最初に拳で物を殴って壊すというコンセプトが決まっていたからだそうです。めちゃくちゃそのまんま。ちなみに、ソニックアドベンチャーに出てきたピカルやパチャカマたちも、同じくハリモグラのキャラクターになっています。続いてはエミー。ソニックシリーズのメインヒロインだぜ。エミーの元になった動物は、ハリネズミ。エミーはソニックと同じ種族ということになります。エミーがハリネズミになった理由は、すごくシンプルです。エミーが初登場した作品は、1993年発売のソニック・ザ・ヘッジホッグ CD。その開発中に、ミッキーに対するミニーのような女の子キャラクターが欲しいという依頼があったため、ソニックと同じハリネズミの女の子になりました。そう言われてみると、初期のエミーの服装はちょっとミニーっぽさもある気がするぜ。続いては、3D ソニックになってから登場したキャラクターたちです。まずはシャドウ。ソニックシリーズのダークヒーローだぜ。
シャドウの元になった動物も、ハリネズミです。またしてもハリネズミ。シャドウは、ソニック10周年のタイミングで作られたキャラクターです。ソニックシリーズをもっと発展させるために、改めてソニックのライバルを作るというコンセプトで作られました。そしてその時に、ライバルは黒いハリネズミにしようという話になったため、シャドウもハリネズミのキャラクターになっています。またそれと同時にスタッフに与えられた指示は、ソニックと同じか、それ以上にかっこいいキャラを生み出せというもの。めちゃくちゃ難しいミッションだぜ。ですが当時のスタッフたちは、見事にそのミッションを達成し、最高にかっこいいシャドウザ・ヘッジホッグというキャラクターを生み出したのです。ソニックと同じか、それ以上にかっこいい黒いハリネズミ。要望に完璧に応えたキャラクターだぜ。続いてはルージュ。トレジャーハンターを生業にしてるかっこいい姉さんだぜ。副業で政府のエージェントもやっていますね。副業の内容がレベチ。そんなルージュの元になった動物は、コウモリです。羽があるからわかりやすいな。ルージュがコウモリになった理由は明確にはわかりませんが、おそらく彼女のデビュー作がヒントになるかと思います。ルージュは2001年発売のソニックアドベンチャー2でデビューしたのですが、その中でルージュは、エッグマンの仲間になったふりをして、政府にエッグマンの情報を流していました。つまり、政府のスパイだったわけです。この政府のスパイという設定は、開発の初期段階から決まっていたらしいぜ。そしてスパイにぴったりな動物は何かと考えた時に、コウモリに白羽の矢が立ったのではないでしょうか。コウモリという動物は、かなり狡猾な行動をとるイメージがあります。イソップ寓話の卑怯なコウモリという話が有名ですね。このお話の中では鳥と獣が争いを繰り広げていたのですが、コウモリは自分の見た目が獣にも鳥にも見えることを利用して、獣側が有利になったら自分は獣だと名乗り、逆に鳥側が有利になったら、自分は鳥だと名乗ります。最後には獣と鳥が和解するけど、その時コウモリは双方にいい顔をしていたことがバレて、結局みんなから嫌われて仲間外れにされてしまうぜ。この話の影響なのかはわかりませんが、コウモリという動物には狡猾、ずるい、簡単に寝返るといったイメージがありますよね。こういったイメージから、スパイをさせるにはもってこいの動物だったのではないかと思います。ちなみにルージュ姉さんは確かに狡猾ではあるけど、同時に仲間思いな面もあるから、完全な悪人というわけではないぜ。時と場合によって、ソニックの仲間にも敵にもなる、魅力的なキャラクターですよね。続いてはクリーム。おしとやかで礼儀正しい女の子だぜ。いつも友達の茶を、チーズと一緒に遊んでますね。そんなクリームの元になった動物は、ウサギです。耳が完全にウサギの耳だぜ。クリームは、もともとは2003年発売の、ソニックヒーローズ向けに作られたキャラクターでした。このソニックヒーローズは、ソニックシリーズのキャラクターが3人1組のチームになって冒険するゲームです。そして各チームの3人は、それぞれスピードタイプ、フライタイプ、パワータイプという役割を持っているんですが、エミーのチームに入れそうなフライタイプのキャラクターがいませんでした。そこで開発陣は、エミーのチームにふさわしいフライタイプのキャラクターを作ることにします。その結果生み出されたのが、クリームというキャラクターです。その後開発陣たちは、クリームをソニックファンにしっかり認知させるために、元々予定していたソニックヒーローズから前倒しして、2002年発売のソニックアドバンス2でクリームをデビューさせます。さらに2003年にテレビ放送されたソニック X でも、第1話からクリームを登場させて、その存在をアピールしていましたね。その回もあって、2003年の年末にソニックヒーローズが発売された際、クリームはソニックファンたちにすんなりと受け入れられました。ちなみに、もともとフライタイプのキャラとして生み出されたため、クリームはウサギでありながら耳を使って飛ぶことができます。またクリームを作る際は、初心者向けの可愛いキャラクターを作るというコンセプトがありました。そのため、可愛い動物の代表格であるウサギが採用されたのではないかと思われます。なんとなく空も飛べそうですしね。そうかな。続いてシルバーです。未来からやってきた超能力の使い手。シルバーの元になった動物は、またまたハリネズミ。ハリネズミ多いな。シルバーというキャラクターは、なかなかの難産だったようです。シルバーは2006年発売のソニック・ザ・ヘッジホッグというゲームでデビューしましたが、彼のデザインが決まるまでの間には、50個以上のコンセプト案が作られたとか。さらに驚くべきことに、シルバーはもともと山嵐のキャラクターという設定だったのです。山嵐としてある程度デザインが固まっていきましたが、ゲームの開発陣は、山嵐がソニックの世界観に入り込めるかを懸念していたそう。そして何度も議論を重ねる中で、最終的にシルバーはハリネズミということで落ち着いたみたいですね。今ではソニック、シャドウに次ぐ第3のハリネズミとして、高い人気を誇ってるぜ。出番が少ないのがちょっと残念だけど。続いてはブレイズ。炎を操る、異世界の王女様だぜ。ブレイズの元になった動物は、猫です。ブレイズが猫になった理由は不明なのですが、炎を使って戦うキャラクターというコンセプトがあったため、元々はトラやオオヤマネコのような強そうな動物が候補だったようです。そこからどんな経緯で今のデザインになったか気になるぜ。これは完全に予想なのですが、国の王女という設定が決まったため、美しく気品があるデザインに調整されたのではないでしょうか。またブレイズのデザインは、ディズニー作品のオシャレキャットに出てくるマリーに激似なので、個人的にはここからもヒントを得ているんじゃないかと思ってます。こちらもあくまで私の想像ですけどね。続いてはビッグです。釣り好きなのんびり屋さん。ビッグの元になった動物は、これまた猫です。まさかの猫かぶり。
同じ猫でも全然見た目が違いますね。ビッグが猫になった理由もはっきりとは分かっていないのですが、ソニックの新キャラが作られるときは、まずそのキャラのアクション性が最初に決まって、その後それに合う動物を考えるという流れになることが多いです。ビッグの場合、ソニックアドベンチャーという作品で釣りパートを担当していたので、おそらくソニックに釣り芸要素を入れたいという要望がまず出てきて、釣りをさせるのはどんな動物がいいか。魚好きだから猫がいいんじゃないか、みたいな感じで決まったんじゃないでしょうかね。正確なところはわからないけど、割とありえそうな話だぜ。続いては、チームカオキクスの3人です。まずはカオキクス探偵事務所の所長、ベクター。こう見えて実は切れ者。ベクターの元になった動物は、ワニです。これは見た目のまんまだな。比較的小動物系が多いソニックシリーズのキャラクターにおいて、珍しく大型の肉食動物ですね。野生の世界だったらベクターが最強なのでは？ベクターは、実はシリーズの最古参キャラの一人です。初代ソニック・ザ・ヘッジホッグのサウンドテストに入る予定だった隠しイラスト、ソニックバンドに登場してたんですね。その頃から、ベクターという名前やワニであること、また頭にヘッドホンをつけたデザインなどは出来上がっていました。残念ながらこのイラストはボツになってしまったのですが、シリーズ最初期から考えられていたキャラクターであることには違いないですね。続いては、カオキクス探偵事務所のご意見番、エスピオ。忍術を操る忍者キャラだぜ。エスピオの元になった動物は、カメレオンです。カメレオンといえば擬態能力。まさに忍者にぴったりな動物だぜ。ちなみに初登場時のエスピオは、怒りっぽくてちょ突猛進する癖がある若者という設定で、忍者要素はありませんでした。2003年発売のソニックヒーローズでベクター、チャーミーと共に設定がアレンジされ、今の冷静沈着な忍者キャラになりましたね。最後はチャーミー。カオキクス探偵事務所のムードメーカー。チャーミーの元になった動物は、ミツバチです。まさかの昆虫。でもこれもわかりやすいデザインだな。好物は花の蜜で、怒るとお尻の針でつついてきます。まさにミツバチ。ソニックシリーズでは珍しく、元となった動物の生態がかなり反映されているキャラクターですね。他のキャラたちは元の動物の設定ガン無視だもんな。ちなみにこのチャーミーも、初登場時は今と全然性格が違って、プライドが高く大人びているという設定でした。また昆虫で初めて音速を超えたという設定もあり、自らを世界最速の虫と自称していましたね。今の子供っぽい性格とは大違いだぜ。実際子供ですしね。続いては、バビロン盗賊団の3人です。ソニックライダーズシリーズに登場した盗賊集団だぜ。まずは、バビロン盗賊団のリーダー、ジェット。ジェットの元になった動物は、タカです。タカかっこいい。ジェットはエクストリームギアというボード型の乗り物を使いこなしており、伝説の風使いという異名を持っています。ソニックライダーズの冒頭では、ソニックに土をつけたこともありますね。そんなスピード強のジェットには、まさにタカがぴったりです。続いて、バビロン盗賊団の高一点、ウェーブ。機械の扱いが得意で、盗賊団のメカニックでもあるぜ。そんなウェーブの元になった動物は、ツバメです。実はツバメも、飛ぶスピードがかなり速いです。例えばハリオアマツバメというツバメは、水平飛行で世界一速い鳥として、なんとギネスに登録されているんですね。ウェーブはメカニックではあるけど、自身もエクストリームギアに乗って日々スピードを楽しんでるぜ。最後は、バビロン盗賊団のパワー担当、ストーム。のんびり屋さんで、どことなくビッグと似てるけど、性格は少々荒っぽいぜ。そんなストームの元になった動物は、アホウドリです。アホウドリは非常に大柄な鳥で、羽を広げた際の長さは2メートル近くになります。飛行できる鳥の中では最大級だと言われていますね。またその大柄な体格ゆえに、地上での動きは遅いです。離陸するのも一苦労で、下り坂や向かい風を利用して助走をつける必要があるぜ。助走中に風向きが変わったりすると、離陸に失敗することもあるそうです。ちょっと抜けてて可愛い。ですがひとたび空へ飛び立つと、時速100キロ以上の速度で飛行することができます。また、嵐の中でも数時間以上飛び続けられるそうで、非常にパワフルな鳥であることがわかりますね。ストームもパワータイプのキャラだから、アホウドリというチョイスはめちゃくちゃぴったりだな。ストームという名前も、もしかしたら嵐の中でも飛べることから来ているのかもしれないですね。続いては、ソニックスーパースターズに登場したキャラクターの紹介です。まずは、今作で久々の復活を果たした、ファング。ファングは賞金稼ぎを生業にしてて、今作でもエッグマンに金で雇われてるぜ。そんなファングの元になった動物は、飛びネズミです。カンガルーのように飛び跳ねながら移動するネズミだぜ。ファングの元になった動物については、これまで色々な変遷がありました。デザイナーの方は飛びネズミをモチーフに作ったそうなのですが、なぜか日本では飛びネズミと狼のハーフ、海外ではイタチと紹介されていた時期があるんですね。また名前についても色々あって、開発中はファングではなく、ナックという名前が想定されていたそうです。ですが、その時点ですでにナックルズがおり、名前が若干似ていたので、別の名前を用意することになります。そこで開発陣は、ゲーム雑誌のファミ通で名前の募集をかけました。そこで決まったのが、このファングという名前になります。ですが海外では、ナックルズとナックというのは全く別の発音と認識されるそうで、一部の作品ではナックのままになっていました。
このように種族と名前が色々あって非常に紛らわしいキャラクターなのですが、ソニックスーパースターズで復活したタイミングで、種族はトビネズミ、名前はファングと改めて統一されています。ちなみにこれまでいろんな名前があったのは、ファングは賞金稼ぎという職業柄いろんな人に追われる可能性があるので、複数の名前を持っていたからだということになりましたね。これまでの名前もなかったことにするんじゃなくて、うまく設定に盛り込んでるぜ。起点の聞き方が素晴らしいですよね。続いてトリップ。トリップは今作初登場のキャラクターで、恥ずかしがり屋な性格をしてるぜ。そのため最初はずっとヘルメットをかぶっていたのですが、ゲームの終盤でその素顔がお披露目されました。そんなトリップの元になった動物は、鎧トカゲです。またいかついのが選出されたな。トリップは構想の初期段階から、鎧トカゲやウロボロスといったイメージがあったようですね。なぜこのようなコンセプトになったのかはわかりませんが、一つ考えられるとすれば、トリップのスーパー化がヒントになりそうです。トリップは他のキャラとは違い、スーパー化をした際にドラゴンに変身します。また今作の舞台となっているノーススター諸島という場所も、どうやらドラゴンにゆかりがありそうなので、もしかしたらドラゴンに変身できるキャラクターというコンセプトが、まず最初にあったのかもしれないですね。そしてドラゴンに変身しそうな動物として、鎧トカゲが選出されたのではないでしょうか。確かになくはなさそうだぜ。最後に、その他のキャラクターについてご紹介します。まずはマイティ。マイティはもともと、1993年に稼働したアーケードゲーム、セガソニック・ザ・ヘッジホッグに登場したキャラクターだぜ。その後は1995年発売のカオキクスに登場し、それからしばらく経った2018年、ソニックマニアプラスというゲームで約20年ぶりの復活を果たして、長年のソニックファンを驚かせました。そんなマイティの元になった動物は、アルマジロです。実はマイティは、もともとソニックの動物の候補だった、アルマジロのキャラクターを有用して作られました。そのためある意味、ソニックの兄弟とも言えるキャラクターなのですが、残念ながら出番はあまり多くないですね。またマイティの活躍を見てみたいもんだな。続いてはレイ。レイも、マイティと同じくセガソニック・ザ・ヘッジホッグでデビューしたキャラクターです。ですがレイの方は、それからソニックマニアプラスで復活するまで、約25年もの間出番がなかったんですね。マイティよりもさらに出番が少なかったから、よほどのソニックファンじゃない限りその存在は知らなかったと思うぜ。そんなレイの元になった動物は、ムササビ。ゲーム中では本物のムササビのように、空を滑空して飛ぶことができます。ナックルズの滑空と似てるけど、レイの場合は上方向に飛ぶこともできるぜ。操作に若干癖がありますが、うまくやればかなり長く飛べちゃいますね。レイのような操作性を持つキャラは他にいないので、ぜひもっと出てきてほしいキャラクターです。続いては、2017年発売のソニックフォースに登場した、インフィニット。エッグマンと組んで、世界征服を狙った悪者だぜ。ゲーム中では常に仮面をつけていましたが、ゲームの前日譚を書いたウェブ漫画において、その素顔が明らかになりました。左右の目の色が違うオットアイを持った、非常にかっこいいビジュアルでしたね。そんなインフィニットの元になった動物は、ジャッカル。インフィニットのイメージは、古代エジプトの冥界の神、アヌビスだそうです。そしてアヌビスのモチーフがジャッカルであったことから、インフィニットもジャッカルということになりました。インフィニット結構好きだったんだけどな。一作限りなのがもったいないくらい、魅力的なキャラクターだぜ。続いては、ソニックラッシュアドベンチャーより、マリン。とにかく元気いっぱいな女の子だぜ。関西弁で喋りまくっている姿が印象的ですね。そんなマリンの元になった動物は、アライグマ。ソニックラッシュアドベンチャーは海洋冒険にしようというコンセプトがあったため、水つながりでアライグマになったようです。アライグマといえば、獲物を取る姿が手を洗っているように見えることからその名がついているというくらい、水にゆかりがある動物ですからね。なおこちらは本当かどうか定かではないですが、さっき紹介したクリームの候補としてアライグマのキャラも考案されていたようで、このキャラが有用されたという説もあります。ちなみに関西弁になった理由は、とにかくパワフルで活発なキャラにしたかったからだそうです。あと今作の舞台が異世界だから、少し言葉に変化をつけたかったという事情もあるみたいだぜ。最後に紹介するのは、ソニックプーンシリーズに登場する、スケックス。ブーメランを巧みに操る、野生的な女の子だぜ。スケックスの元になった動物は、アナグマです。マリンと似てるキャラだけど、モチーフになってるのは別の動物だぜ。スケックスは、海外の制作チームから、元気で野生的な女の子のキャラが欲しいという要望があって作られたキャラクターです。なぜアナグマモチーフになったのかはわかりませんが、そのデザインは元気で野生的な女の子という要望をしっかり反映していますね。またスケックスは科学技術やテクノロジーが嫌いで、文明の利器に触れると拒否反応を示します。さらにスケックスは、ソニックプーン出身のキャラクターでありながら、マリオ&ソニックシリーズや公式のウェブ漫画に登場するなど、ソニック本編作品にも逆輸入されているキャラクターです。ソニックフロンティアの英語版でも、エミーがスケックスについて言及している場面があるぜ。まだ本編作品のゲームには登場していませんが、いつか出てきてほしいですね。とにかくはちゃめちゃで楽しいキャラクターだから、出てきてくれたら超賑やかになりそうだぜ。以上、ソニックたちの元になった動物の紹介でした。動画が気に入っていただけましたら、いいねやチャンネル登録をぜひお願いします。たくさんのコメントも待ってるぜ。それでは、次の動画でお会いしましょう。